海岸の西はい、皆さんこんばんは。それでは今日も一日お疲れ様でした。はい、今日も吉野家のマグカップでございます。はい、というわけで、今回ね、ちょっと私のこの入れたちというか格好を見てください。はい、これね、このセーター私編みました。編みました。はい、こんな感じのこう袖もこうねモチーフついてて、この襟がまあゴージャスですよねっていう、まあブラウス風のまあカーディガンっていうのをこれ私編みました。編み物が好きなのでね。で私このようにですね、結構手芸が好きなんですよ。もうしょっちゅうやってますよ。そうなんです、そうなんです。でもう常になんかこう手を動かしてるっていうようなことをまあしてるんですけれども、まあこのプルオーバーといいますか、編み物で編んだこういったセーターもですし、今ここをつけてますこのカチューシャなんかもこれ実は自分で手作りしたものですし、あとこのイヤリングですね、なんかもこれ自分でまあパーツを組み合わせてですね、でこの花のやつはこれも編んだやつです。レース編みで編んだものをパーツとしてくっつけてっていうようなことをして全部自分で作ったものなんですけれども、はい。というわけで私は結構ねこうやって手芸をするのが好きなんですけれども、まあその私と手芸の関係性というかそんな話をねもしかしたらちょっとつまんないかもしれないですけれどもしてみようというふうに思うんですけれども。ニッシーは例えば普段ね、まあお仕事でも何でもいいんですけれども、特に精神的にねなんか疲れたなって感じる時の癒しとしてどのようなことをしますか？そうですね、まず寝ることですね。なるほどね。もしくはなんかお笑い番組見てうわはははと腹の底から笑う。笑うことね。これはかなりのね精神的なこうなんていうのかな、ストレス解消になるかなと思いますよね。なるほどなるほど。私の場合はなんですけども、私はねしょっちゅう精神的にストレス溜まりやすい性格なんですけれども。ナイーブです。で。そういう時私はねたくさん自分のために癒しプログラムっていうのをね用意してるんですよ。まあありとあらゆる方法を使って自分の機嫌を元に戻すっていうのをね、まずは私カフェに行くのが好きなんですよね。だから一人で喫茶店なんかに行ってのんびり過ごすっていうことをやったりとか、あとはこうミルクちゃんとね一緒に遊んだりとか、そういうことももちろん癒しにつながりますし、あとはやっぱり心が疲れてる時って体も同時に疲れてることが多いですので、マッサージに行くだとか、温泉に行くだとかそういったこともいたします。でもう究極ほんまに疲れたなっていう時に何してるかって言ったら実は手芸なんですよ。私なんかからしたらすっごく細かい作業だからね、逆にストレスたまるんじゃないかな。そう思うでしょ。そう思うでしょ。実は自分にとってはこういったものを作るものづくりっていうのは非常にまあ癒しにつながっててですね、なんでかっていうお話なんですけれども、私のまあ基本的な性分としていろんなことをね同時にやりたがる人なんですよ。なるほどね。例えば歯磨き一つとっても鏡の前でじーっと歯磨きしてないんですよ。そうね、なんかうろうろしてるよね。うろうろしてるでしょ。うろうろしてるんですよ。でね、私自分でも分かってるんですけど、そういうことをすることがだから常に頭の中にいろんなことが同時多発的に起こってるんだと思うんですよ。これ子供の時から。でこれがやっぱり自分自身を疲れさせる原因なんだろうなっていうふうに思うんですよ。で手芸っていうのは特にこの編み物なんかそうですけれども、一目一目こうやって編んでいくじゃないですか。そうね、集中しないとダメだよね。そうなんですよ。で本当に目の前のこの糸というか編み目にまあ本当ポンと集中できる瞬間でして、それ以外のことはまあ多少ちょっとね頭の中で音楽が流れたりとか、あの件どうだったかなとか考えることはありますけれども、他の作業はできないんですよ。なるほど。だからもうこの一個だけに集中できるっていう意味で、自分の中ではね一気にそのマルチタスクやりがちな私からシングルタスクになれるみたいな、ちょっと難しい話ですけどっていうのがあって。そうなんです。私よく自分で提唱してるんですけど、編み物は瞑想っていう、これ別に誰かが言ったわけじゃなくて自分が言ってるんですけれども、瞑想に近いなっていうふうに思うほどいろいろな雑念とか余計なものを排除して本当目の前のこれだけに集中できるんですよ。で私瞑想っていうのも以前その臨床心理士かなの方に伺ったことがあるんですけれども、要は目を閉じて自分のこう呼吸の音にだけこう耳を澄ませるっていうのを瞑想って言うんですって。なるほどなるほど。だから別にそのお祈りをするとかそういうことじゃなくて深い呼吸をしてそうするんですよ。で私深い呼吸を運動しながらそれを聞
きちっとできてるか耳で確認して目は閉じる。目は私は閉じますね。でそれでそこに全集中してるわけですね。そうなんです。ああ、なるほど。そうすると余計な考えも浮かんでこない。一旦全部リセットできるんですよ。なんかその時自分の中でもやついてるものを一旦ちょっと消すことができるっていうんで、私結構瞑想もよくするんです。歌の本番前とかもう一回目閉じてってするです私。なんか余計なこと考えるじゃないですか。今こう会場にはこういう人が来ててとか、こんだけのお客さんの前でとか、私あの曲のあの箇所でよう閉じるから、もう間違えようにせえへんかったらとかって、やっぱり本番の前っていろんなこと渦巻きません？練習通りやったら大丈夫とかさ、いろんなことが。それを一回バーンって自分の頭の中から消してフレッシュな状態で舞台に立ちたいなみたいなのがあるんで、で私よく目閉じて。でちょっと瞑想したりとか、そういうことするんですけど、それに要は近いんですよ。自分にとって手芸っていうのはね、特に編み物です。なので私ね、もうほんとマックス疲れた時編み物やりがちなんですよ。で逆に言うと結構調子いい時は編み物やらないんですよ。だからこれ1着作るのでもう3ヶ月長いことかかってたんでね、これね。そうなんです。やっぱりワンシーズンで1着仕上げれるかなぐらいなスピードなんですけれど、それなんでかって言ったら、もちろん手が遅いっていうのもあるんですけど、そんなやり込んでるわけじゃないんでっていうのもありますけれども、自分が絶好調の時は編み針を持とうっていうモチベーションにあんまりならないんですよ。で逆に疲れたらしんどいなと思った時に持つんでそういう時にザーって進むんですよ。で今がまさにその時期にちょっと近かったんで、これ一気に仕上げましたねというような感じで、私はミッシー思うと思うんですけど、普段の生活のどこにストレス溜まる要素あんねんって思いません？そうやね。ほんまにね、気楽なね、専業主婦で太ってね、好きな YouTube 作ってね、ミルクちゃんと家で楽しそうに過ごしてね、何のストレスたまんねんって思ってるでしょ。実は思ってるでしょ。けどやっぱりね、 YouTube で煮詰まるともうそれってすごいストレスになるんですよ私。でそういう時にもう一日 YouTube のこと忘れて、パソコンも開かない、できるだけ携帯も触らないようにして、一日中こういう編み針を持って、で1日2日ね、もうこのことにガーッと集中するんです。ほんま全集中ですよ。でそうするとなんか知らないけどちょっと気持ちはすっきりしてくるんですよ。ちょっとずつなんか軽くなるっていうか、いろいろこう頭の中に渦巻いてたものとかが一回きれいに洗い流されて。いいことですね。そうなんですよ。だって精神的にもこうリラックスできるし、なおかつ服が一着出来上がる。そうなんです。服が一着出来上がる、作品が出来上がる。だからやっぱりなんか作ってたいんだと思います。YouTube にしてもやっぱり映像という作品だと思って私一個一個やってますんで、なんかやっぱり生み出したいというか作りたいっていうのは常にあって、調子がいい時はそれは YouTube の映像作りになるし、それがちょっとしんどいなってなった時はこういう自分のものを作る、目の前のものに全集中するっていうことをやることで、これが自分のいいことですね。いや私写生大会とか結構好きだったんですよね、学生の時ね。でよく絵もね、なんか夜通し描いてね、徹夜で描いてたこともめっちゃうまいですよね。日誌ね、お絵描き上手なんですよ。たまにねインスタに上げてますので、日誌が子供の頃に描いた絵がね、本当に昔のジャンプ的な感じのね、少年漫画のね、そういうテイストの絵ですけれども、そうです。すごくね、絵を描くっていうことが苦痛ではなかったんですよね。でもね、この年になるとね、もうなんかジャパン臭くなってきてね、よし絵を描くぞってなもんで描き始めるんですけど、だんだん飽きてくるんですよ。で自分のイメージ通りにいかないわけでしょ。っていう感じで、もうほんまに一枚絵を描いただけでちょっとなんか絵を趣味にしようっていうね、その目的自体もポーンと脇に追いやってしまうっていうかね、そんな古来性はちょっとなくなってきましたかね。なるほどね。例えばそれとか家具の組み立てとかね、なんかあるじゃないね。なんか日誌は DIY とか日曜大工、日曜大工も DIY も一緒か、めっちゃダメですよね。めっちゃ本当にね、急にその作業しだすと老けるんですよ。そうなんです。老けるし不機嫌になるしね。老けるし不機嫌になるしね。そうなのよね。だからそのものづくりとかそういったものに全然向いてないよね。そうだから何かの組み立てとかはお願いできない。そうなんですよ。日誌にすごく不機嫌になるから。そうなんですよね。
まあ困った勝負なんですけどね。そうなんですそうなんです。まあでもやっぱりね、西は歌という形でね、で私ももちろん歌もだし、何かこうやって形にして残すっていうこともね、好きなんで、自分のね、内側にあるものをこう外に表現できるっていうね、この YouTube っていうのはね、真剣にやるからこそ疲れるんですよ。別に文句言ってるわけではなくて、でもやっぱり続けたいからちゃんとこうやって戻ってくるっていうものなのでね、皆さんも何かしらね創作活動されてますかということでね、そのような今日はお話でございました。はい、というわけで次回もまた見に来てくださいね。愛でした。西でした。愛&西でした。みや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 。おやすみなさい。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。メインチャンネル愛&西デュエットもご覧いただけますととても嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。おやすみなさい。